一本一本の骨割りながら、それでスープ作りながらやっぱり豚の命をもらってるっていう、その豚に対するリスペクトっていうか敬意っていうか感謝ですね。それを星マークに表す豚の命の輝きっていう、豚の星っていう、常にそこはもう忘れたらあかんね。生産者さんに対する感謝とかね、そう命をもらって次の命につなげてる僕らはその役目なんで。ラーメンっていうのはね、美味しさの基準っていうのはあるんですよね。僕からするどういう風なラーメンが美味しいのかって言ったら、お客さんの期待値をその都度更新していけるラーメンですよね。自分だけが美味しいと思ってもダメなんで、お客さんがあれ前回より味落ちたな、これ3回続けたらもう来なくなります。お客さんっていうのはね、お客さんもうあんな遠いとこから来て、もう尼崎から歩いてこんな暑い中来てくれるのはもう期待値もうマックスで来るわけじゃないですか。そのマックスに対して1ミリでも美味しいラーメン作り続けていかないと、お客さんっていうのは来なくなりますよ。どんどん減っていくんですよね。何するかといったらもう勝負ですよ。昨日の自分とね、昨日の自分作ったラーメンより美味しいラーメンを作らなあかんので、毎日と勝負なんです。でも体力落ちていくじゃないですか。で体力落ちるとね、やっぱりね、豚骨の混ぜとかですね、火の使い方とか弱まっていくんですよね。そうしたら必然的にラーメンの味は落ちていくんですよ。で僕ね、それが怖いので、体作りとかですねはある程度する。上事務所があるんですよ。で事務所なんですけど、普通は事務所でしょ、漢字で。でも違うんですよ。上は事務のところって書いて事務所なんです。そう上に行ったら事務がありますそうそのね、毎日やります。ここで使った骨を移動してで炊いてる感じですね。少し血液が混じってるのでちょっとピンクで、ここは血の気の完全に抜けた骨を炊いてるので、一番フレッシュなのはこっちなんですね。でこっちである程度炊かれて、ある程度血抜かれて、ある程度肉がそげたやつがここに入るので、そうでおのおのの釜でその役割が違ってて、やっぱりもうこれが一番風味担当ですね。豚骨の風味担当くんですね。強みというか、そう強みを分けてあげて、最後ここで一つのものにするっていうね。でそれができると結構層の厚いスープになるんです。うまみとかね、甘みとか深みのあるスープになる。で同じ役割をさせてしまうと結局めっちゃもう薄っぺらいけども脂っこいスープになるんですね。口に含んだ時にうまみを重なってこう層がほどけるようにで飲み込んだ時に香り甘み
でなんかこう塩味が舌の奥にこう残って、それがふわっと消えていくとまた食べたくなるっていうスープにしようと思ったら、やっぱりきっちりこう海藻っていうかね、層を作って厚みのあるスープにしてあげたいんですよね。それは脂っこさではなくて。そしたらこれとこれはもう脂っこくしたくないんです、僕としてはね。これはまあすっきりさせて、これが油っぽいベタベタしたスープ、つまり乳化が小さい、乳化がなんてこう密度の少ないスープになると、これがベタベタしたスープになるので、なんかその辺ちょっとよう考えながらやってる。ただ炊けばいいっていうもんではないんですよね。で骨の入れる順番とかその時間帯でやっぱり海藻を作っていくし、うちは一つの寸胴にいっぺんに入れていっぺんに炊かないんですよ。味の要素、簡単に言えば甘みとかうまみとか塩味とかですね、苦みとか渋みですよ、酸味とかあったとしましょう。でそこに油分、乳化のための油分があったりとかね。でそれのこの上がり方っていうのはみんな一緒くたにこうきれいに上がっていくわけじゃないんですよね。うまみがこういうふうに上がっていく。香りは早めに上がるけども鋭角に落ちる。ピークが低い油分いうふうにしてやっていくと、どの部分が一番おいしいかって言ったら全てのものがピークで捉えればおいしいんだけども、この部分で食べるとこういうわけですよね。ここで食べるとね。でここでお出しするとこういうわけですね。もうこれ全部ピークを下ってしまってここになっちゃうわけです。でこれどこでやれば一番おいしいのか、全部がピークのとこってないんですよ。これ同じ単一で入れるとね。そしたら例えば骨の入れる時間帯を全部ずらしていく。もちろん計算しながら、お客さんにお出しするタイミングを測りながらやっていって、全部のピークをね、いちいち1分単位では計算はできないんだけども、この部分のラインを捉えれれば、ある程度90点以上の確率でうまみと甘み、香りとかのピークをね取ることができるんですね。これを動的平均と言います。で動的平均を捉えて常にお客さんにスープをお出しできれば、一番フレッシュでいい状態、常にお客さんの期待値を上回るスープを取ることができるっていうふうに僕は考えてるんです。でこれ動的平均って言うらしいんですよ。大阪のね道野正さんっていうね有名なフレンチのシェフが食べに来てくれるんですけれども、そのシェフがねこの閉店間際に来た時に、このね釜の僕のこの動きを見て、骨を入れて抜いてはスープを戻してやってたら、こういう感じです。見ながら「お、今スープ壊したな」って言い張ったんですよね。お、なんで分かったんやろと思って、そう壊したんですよ。ここのスープをバシャって骨を移動してガシャって入れて、ここの濃度を落とした。お、今壊したやろって言われた時に、そうなんですよ、実はこれこうで、スープっていうのはずっと上がりっぱなしになるわけじゃないので、必ずどこかで落ちますので、その落ちる前にここが一旦壊して次の上げるタイミングを今作ったんですって言ったら、そうやろ、それね動的平均って言うんやでって言って、それはフレンチの世界でもあるんやって、常に素材の味っていうのは一定せえへんので、そのために動的な平均値を取って、よりその平均値の高いものをお客さんに提供するっていう、
いう考え方なんだって教わった。あ、なるほど、これを動的平均っていうんや。で僕はこういうふうに考えてます。常にスープっていうのはね、営業中も骨を足しながらこの波の美味しいピークを捉えていくっていうことをやってます。鳥のピークはもっと早いんだと、僕ねあんまりちょっとよく分かんないんですけども、無鉄砲時代鳥も耐えてたんですけども、鳥のピークは早い、バッと上がるような気がするね。で落ちるのもめっちゃ早かった。ほんでね、僕その理論がよく分からなくて、炊けばその当時はねまだ炊けば炊くほど美味しくなるもんやと思ってたから、どんどん炊くんだ。ほんで味見しながら、あ、もうものすごい美味しいな、この美味しいなとか思いながら炊いてたら、美味しいの炊けましたと思って師匠に出そうと思って食べたらね、味がなくなってた。そういうの経験したことないですか？もうね、あれさっきまで美味しかったあの鶏の味が全くないんです。全くない。あるのは鶏の油の香りだけみたいな、鶏の油スープみたいなのになって、でそれから勉強しだしたんです。ものすごいうまみとかね。なんでなくなんねやろ、なんでなくなんねやろ。ちょっと今仕込み中はなるべく前足のげんこつを使うように。例えばこれとこれでは味の出方がねやっぱり違うんですよね、スピード感で。これはこのまま入れるとゆっくりめに味が、さっきの曲線ゆっくりめに上がってゆっくり落ちる。結構これ理想なんですよ。ゆっくり上がってゆっくりやるとピークも捉えやすいし落ちも、ただゆっくり上がられると営業中はちょっと困る。ちょっと早めにパンパンって言ってくれる方が僕は計算しやすい。だからできたらこの、例えばこれ割ったら分かるんだけども、やっぱりねこの辺っていうのはもう髄じゃなくてもここカルシウムの石化したやつ、硬化したやつなんですね。でこの髄ってもうこれしかないんですよ、この人はね。これは営業中にちょっと使いづらい。だからこういうのはどっちかというとここで血が抜けてここに入った時に発揮しようですね、この人だ、こいつはね。だから今できるだけこれを使ってしまって後でガバッとこっちへ移す。これはちょっと早い、ものすごくピークが早いですよね。そりゃそうですよ、こんなの全部入ってた。そうだからこれがここに入って、ここに入ると結構もう落ちが早いのでちょっと扱いづらいんですよね、逆に言うと。だからこれは営業中に使う。で特にこれはええ感じなので、今日のお客さんの集客のピークの大体30分前ぐらいに使おうかなと頭の中で考えて今ずっと剥いていくんです。缶も縦にこうやって割ってしまうにしてます。縦に剥いてしまう。そしたらさっきのピークのこういう連続体を捉えやすくなるんですよ。だから骨は絶対人には終わらせない。絶対に終わらせない。僕のとまるっきり割るのとっていうのはハンマーの使う場所ですかね。そうそう、僕は壁界って呼んでるんですけども、いろんなポイントがあるんですよ。どこをどう叩いたら割れるかっていうのは。多分ね普通に割るとこうにならないです。パカッと半分に割れちゃうんですよ。そうですよね。でそれするとちょっとダメなんですよ。僕はもうきっちり剥いてあげたいんですけども、何点かあるんですよ、こう割れる場所がね。それ以外のところはダメなんですけど、僕それを壁界って言って、どこ叩いたらどうなるかっていう。壁界っていうのはなんかダイヤモンドの、僕ダイヤモンドの業界におったんで、ダイヤモンドの、はい、もうあれ50何面体っていうのはあれ職人さんが手で割っていくんですね、ローマの職人さんが。ほんでああいうこうなんとかブリディンアットカットみたいなのできるわけですよ。ほんで彼らは見えるんですよ、この石のどこを叩けばペロってめくれるか。ダイヤって世界一硬い石
あれのこの部分を叩くとペロペロペロってめくれていくところに、それをどこ叩くかっていうのは壁界っていうところがで、彼らは見えるらしい。で豚もそう、これも僕にはその壁界が見えるんです。こうやって。ハンマー何使ってるんですかってたまに聞かれる時があるんですよね。そうやって釘のハンマーで、これね、釘打ち用じゃないんです。釘打ち用のハンマーではこうやって割れないんですよ。割りづらい。これトルクのかけやすいへつりハンマー。へつりハンマー。アマゾンで売ってます。へつるっていう仕事があるんですよ。酒屋さんとかがあの壁の一面の上っ面だけをめくりたい時があるんですよ。でそれをここパパパパ割って、ブロックのそう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 割れるやつ。そうそうそう、ほんでそれ用のこれハンマーなんです。これね、ものすごくトルクのコントロールしやすいんです。だから釘打つのには向いてないんですよ、この重さの重心がね。でもこれをこう微妙な力加減するにはめっちゃ向いててね、釘打ちのハンマーとね、あんまり綺麗にめくれないんですよ。でこのへつりハンマー見つけてやってみたら、もうすごいコントロール、トルクのコントロールがしやすくて、かわいいね。どんな飯食ったんだろうね、お前は。こうやってさ、豚の屠殺場行ってね、土地区のシーン見たらすごい結構きついものがあるんですよね。なかなか見しくれませんけども、一部見しくれるところ僕は見に行きましたけど、最初の頃はこいつらほんま大変やな、命取られてね、踏んだり蹴ったり捕まえられてね、育てられてと思ってたんだけども、それは最初の頃でね、生産者さん行ったり、そういう養豚家の先生と触れ合ったり、あるいは土地区のね技術者の人たちと語り合ってたら、どうも違うんですよね。そのかわいそうという考えもあるけれども、それは豚とね人間との契約で、もう何百年も前からのことで、豚はねどっちかというとイノシシと違って、もう一人では生きていけないんですよ、野生でね。豚は人間と共存して、で自分の命を差し出すことによって種の保存をね人間にしてもらってる立場でもあるんだっていうね。で人間は彼らの体の一部をね、まあ言うたら命ですよ、もらうことによって彼らの種の保存を手伝ってるんです。だからそれはね、持ちつ持たれつ人間と豚の契約なんだって言われた時に、もうすごく感動して、っていうことは俺もその一部になるんやから、よしじゃあこいつをね子供たちが食べてもうめっちゃ美味しいっていう風なラーメンに変えてあげたら、豚も納得してくれるんかなと思って、いつもこうやって骨を触ってるんですよね。でそういうことをしてあげれば、僕が死んだ時にね、三途の川の河原でね、豚がもう何万頭って僕のことを待っててくれててね、美味しいラーメンしてくれてありがとうって、僕の背中に乗ってくださいとか言って、豚の背中に乗ったらね、どうってなんか町に連れて行かれてさ、豚宮場に連れて行かれて、もう接待受けるわけですよ、豚さんに。豚の舞とか見せられて、豚のお姉ちゃんが横に座ってね、豚蔵ですよ、豚蔵。豚蔵で一晩大騒ぎして、二晩大騒ぎしてね。で、いよいよお別れの時が来ましたとかって、あなた様に感謝の気持ちを込めてこのお箱を差し上げます。でも決して開けないでくださいねって言われて、で僕帰るわけですよ。どこか知らんけど。で何が入ってんやろうなと、音もせえへんし、なんか軽いしと思って、も気になって仕方なくてね、開けてしまうんですよ。
ほんなら何もなかったんですっていうのをね、こう豚と喋りながらやるわけですよ、毎日。アホみたいでしょ。どんな飯食ったのかとかね、思うわけですよ。多分これ日にちがちょっと古い。1月21日か。少し酸化っぽいな雰囲気だな。でちょっと気になるときはちょっと早めに使って、仕込みの時にちょっと気になる骨は使ってしまったりねする。で例えば今日が昨日までもうね、もう2対180ですよ、もう毎日が。だからもうめちゃめちゃ大変なんですよ、営業中。これを計算しながら改善してやってるわけです。だから2時ぐらいが一番追い込まれるやろうなと、体力的にも精神的にもスープ的にもね。でその時にやっぱり骨が左右するんですよね。だからその時にこれだっていう骨がないと、その後はもうどんどんスープが落ちていくわけですよ。お客さんどんどん来る、3時半4時まで。その時に2時ぐらいがちょっと今日は大変やなと思ったら、2時に合わせる骨を順番にこうやって並べとくんですよね。2時用の骨って言って、でさっきのピークがこうきっちり安定できるように。おはようございます。いらっしゃいませ。おはようございます。これめちゃめちゃ心配なんですけど、下焦げないんですか？まだ焦げないです。でも確実焦げてきます。これからめっちゃ焦げます。焦げすぎたらやっぱり味に出ると絶対べけるんですよ。せっかくのいいこのフレッシュな風に消え口にしまう。焦げ深い味します。でも焦げをビビって火力を弱めたり、この骨の柄の量を狭めるとやっぱりね、それなりのスープしかできないんですよ。だからギリギリのところを攻め続ける。だから濃度、火力っていう曲線が多い。で、こことここの間のここを超えた分、ここが焦げなんですよ。はい。ここはで、どこのスープが一番美味しいのって通で言われたら、もう松なしくこの焦げる地点の手前のところなんですよね。思いません？はい。絶対そうなんですよ。濃度とね、火力で醤油が入ると。はい、でも、じゃあ、焦がしたくないから、ここを目指すと、ここには到達しないんで、結局この手前で止まるわけなんですよ。でも、俺もお客さんにも美味しいの食べてほしいなと思ったら、ちょこっとちょこっといってしまうところの手前でもちょこっと浮かさないと手前取れへんので、だからそこを意識しながら常にガンガン火が当てていきます。これですよ。完全に血を抜いて、余計な上っ面の脂身を取って、これを欲しかった。余計な手間だけど
そう余計な油とかですね。ここはもうできるだけ僕油っこくしたくないし、血の香りはつけたくないんですよね。血の香りはもうここだけでいいので。これってたまにお客さんにね、そのスープで100杯分ぐらいあるんですかって聞かれるんですよ。このね、スープできた時に、この中でだいたい100杯分ぐらいですかって聞かれる。そんなこれないんですよ。スープの量としてはね、ラーメン22、3杯分しかないんですね。で営業中は常にここからスープが出ていって、160杯、170杯、180杯。もう営業スタートしたらどんどんここはスープがなくなっていくので、常に水位を上げて、新しい骨を入れて、で、ずっと作り続けなきゃいけないんです。濃度を保って、すべての豚骨屋さんはいろんな技術を持ってられて、どれも素晴らしい技術だと思います。で、うちはこういうスタイルで、常にフレッシュなところ、状態をキープできるように、ちょっとスターゼンを織り交ぜながら、スターゼンをほんの少し、2割ぐらい入れましょうかね。これね。まあ一番の特徴はやっぱり皮目がついてきますので、なかなかあんまりないんで、鹿児島のね、あと、大きな会社もこれをつけて持ってくるんですけどね、ここのゼラチンがスープに作用するので、少しテロンとした感じになるし、ゼラチンのその独特な口当たりが出やすいですよね。それが醤油とバチッと組み合わさったら本当に美味しい味になる。いい背骨。僕はね、あんまり背骨を多くは入れないんですよね。ちょっとベタベタしやすい、この辺の油とか。背骨周りの油ってちょっと硬い印象があるんで、やっぱりバラを巻いたこの辺の油なんで、なんか硬い印象があって、どうしてもスープの油が硬くなる傾向にあって、ちょっと背骨の量は少なめでいってます、自分は。イノシン酸の補充ですね。やっぱりお肉美味しさ。はい。お肉からの美味しさの補充と、あとね、濃度がやっぱりちょっとつきやすいですよね。ゼラチン含みますのでね。で、この油の質が、まあ、飽和脂肪酸なのか、飽和脂肪酸系の油なのか。で、オレイン酸、含有量の多い餌を与えた豚っていうのは、不飽和脂肪酸量が多いので、やっぱり口当たりものすごくサラッとしますよね。下の温度でフューって溶けていくやつもあるし、例えば僕が過去体験したのはやっぱりその北海道のマンガリッツァ豚とか、チュラシマアグーって、アグーも10種類ぐらいある、11種類あるのかな、今。でその中のチュラシマアグーっていうのはもうね、パキンって割って、この常温を置けばタラ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 ってなる。はい。ほんでそれをスプーンですくって食べるとね、バターみたいな味、しょっぱいんですよ。なんでしょっぱいんやろわかんない。どんだけ塩分高い食べ物食うとんねんみたいな。でもめっちゃ美味しいで、もうそれで。ほんまはしたらダメなんだろうけど、食べて。美味しい。それでスープ炊くと、ちょっとね、粘度がやっぱり弱いですね。サラサラして。でもめちゃくちゃ美味しい。醤油入れなくても全然。血液由来のナトリウムの味がします。乾燥メンマの1日半戻しです。そんなことできるって知らなかったので、ほんで乾燥メンマはちょっと遠慮してたんですけども、御社のホームページから入って YouTube で、そんなことできるんやと思って、でそのコントロールができるじゃないですか。乾燥メンマは。
結構ハードに揉むんですよ僕はね。これを30回揉んで30回でつけて、で半日やったらもう一回水変えて、で一晩置いて、でもう一回30回しっかり揉んで、それで40回とか20回とかいろんなの試したんですよ。50回だとちょっとバーンと膨らみすぎるし、で30回でやってるんですよね。結構最後までしっかりめに入りつけて蓋して、であとは味を入れていくっていう2時間ぐらいです。8時ぐらいに入れた骨をもうこっちに入れてしまいたいんです僕はね。8時ぐらい、7時8時まで入れた骨をこっちにできるだけ入れてしまいたいんです。だいたい前足メインで入れてるので、前足はもうこっちに持っていってあげて。それまだ使える、まだもうちょっと頑張って。一本一本の骨割りながら、それでスープ作りながらやっぱり豚の命をもらってるっていう、その豚に対するリスペクトっていうか敬意っていうか感謝ですね。それを星マークに表す豚の命の輝きっていう、それを形にしたらああなりました。豚の星っていう、常にそこはもう忘れたらあかんね。生産者さんに対する感謝とかね。そう、命をもらって次の命につなげてる僕らはその役目なので、それを僕らはできるだけ美味しいという形でねつなげていってあげたいんですよ。ただ僕は
豚骨マンとしてできることは本当素材の味を引き出すことだけなんですよね。すごいね美味しいラーメン作ってって言われるけど、結局は僕がやってるのはね、もうちょっとのことなんです。やっぱりもう素材ありきなので、いつもそう思ってます。素材の持ち味以上のことっていうのはできないし。